どうも漁師正人です。さて今回なんですけれども、主役はこの魚、サワラという魚ですね。でこの長さ、体長的にはね立派なサワラなんですけれども、どこかこの魚、この個体の違和感に気づかれる人は多いんじゃなかろうかと思います。この個体はね、著しくお腹が痩せている個体、わかりますか？普通ね、これぐらいの長さのサワラだったらもっとね体高、あとはお腹周りもぷっくらしてるんです。本当に激痩せ個体です。で私このサワラはですね、定置網、このねちょうど沖ぐらいで操業してるんですけれども、で取りました。で皆さん、この定置網で取った魚、痩せている以外に違和感感じますでしょうか？結構お気づきの方はいらっしゃると思います。定置網というのはもちろん網で取りますので、定置網で取ったのに、この魚の口にはこんな感じで下顎にルアーをつけたまま上がってきました。で勘のいい方はねもう気づいたかもしれませんけれども、このサワラ、この個体が痩せている理由はこのルアーがついてるせいで、この個体はもう餌をね食べれなくなったと思います。1週間2週間ぐらいの絶食だったら、このねお腹がほっそりするだけでですね、こっちのですね背中側はまだまだぷっくらしてる状態なんですね。ただこの個体はね、見てわかる通り背中側がげっそり痩せてるので、おそらくですね1ヶ月2ヶ月3ヶ月は、どれくらいかわかんないんですけれども、全く餌を食べてないような状況だと思いますね。よく釣りする方はねご理解されてると思いますけれども、どうしてもねこう仕掛けが魚についたまま魚を逃がしちゃうことは多々あるんじゃなかろうかと思います。でこれはね釣りされる方限定じゃなくて、我々漁師、特に漁師の方がそうだと思うんですけれども、自分が取りたいですね売り上げになるような魚だけではなく、市場に出回らない、例えばちっちゃい魚だったり、あとは売れない魚だったりを、悪い言い方をすると殺しちゃったりもしながらですね、狙いの漁獲物を取ってます。でそういった我々漁師だったりレジャーで釣りされる方の、悪い言い方になっちゃうんですけど、犠牲になっちゃうのがね、こういう魚だったりもすると思います。でこの魚はね今朝の魚市場で売ろうとしたんですけれども、ちょっと私思いとどまりまして、この魚をね市場から持って帰りました。こういう魚はね、規格外の魚とか言ったりもするんですけれども、基本的にはですね需要がない、もしくはめちゃくちゃ低いんですね。せっかくだったらね、何かこの個体がですね、何て言うんでしょう、不名誉な形で市場を出回るんだったら、私がですねこれからさばいて、この動画にして皆さんに見てもらって美味しく食べたいと思いますので、最後まで皆さんご視聴なさってください。ただですね、痩せすぎてるんです。でこういった痩せた個体は基本的に脂が乗ってないですし、身に栄養だったりですね旨味が残ってるかは不確定です。その辺もね皆さん、お楽しみにいただきながらですね、でおそらくですね皆さんもねこの個体を見てね、思うところあると思いますから、ちょっとねちょうどど真ん中にですねトリプルフックっていうですね釣り針がこう3つついたフックがあるんですけれども、これがねちょうどここにかかってる気がしますね。これじゃ餌絶対食べてないです。皆さんもねこの魚に対して思うところあると思いますけれども、そういった気持ちをですね代表して、美味しくこれからさばいて食べたいと思います。それではね今日はちょっとここでちゃちゃっとさばいていきます。今日めっちゃ暑いです。ちょっと魚が煮えたらいけないので、船のエンジンをつけたらこういうね水が出るんで、こういった感じで魚が煮えないようにねもうちょっと冷やします。水は4月なんでめっちゃ冷たいですねまだ。さあこういう漁船にはね魚を生かす生けすがあるんで、その蓋をねまな板代わりにしてここでサワラをさばきます。ルアーを取りたいんですけれども、はい、ルアーはねこんな感じです。皆さんお分かりの通り、ここにね海藻がついてます。でこういう海藻はね海に浸かってる状態で数日では絶対生えませんから、この海藻がねその日数が経っているという証拠でもありますね。でさっき言ったですね喉の奥にトリプルフックが引っかかってるっていうのがあるんですけれども、後で頭を落とす時に確認しますね。まずはシャシャッと鱗を落とします。頭落として背骨を断ち切ったらこのまま内臓ごと出てくると思うんですけれども、はい、こんな感じですね。でこの喉の奥ね暗いし皆さん見えづらいと思うんですけれども、この裏側にねもちろんつながってるんで、出てきた出てきた、これはい、このトリプルフックですね。この下にはなんかキラキラしたのがついてます。これが本当にここ喉の奥に刺さってました。
この魚はね数ヶ月の間下顎にルアーをつけたまま、そしてね喉の奥にトリプルフックが刺さったまま、海の中をね生活していたということになりますね。でもちろんですね胃袋の中も空っぽだし、こういったですね内臓類もですね細くなってなんか栄養がない感じが伝わります。さあそしたらねこのまま三枚おろしにしてもいいんですけれども、これでもまだ70センチぐらいあるので、これ半分に1回切りますね。半分に切った状態で三枚おろしにしていきます。すいません、これね盛大に失敗しちゃいましたけど、まあなんとかなると思います。サワラってね私も普段から取ることないんでさばくことないんですけど、こんな難しいと思わなかったですね。身も柔らかいしね骨も柔らかいっていうダブルの難しさがありますね。はいと言いつつ、骨と身に分けることができました。で日が昇ってきたんで後でね家に帰って調理したいと思うんで、このね大きいうちは外でやりますね。こんな感じで腹骨というんでしょうか、あばら骨みたいなところをこっち側の骨に残しつつ、割と上手におろすことができました。はい、こんな感じですね。ちょっと身は残ってますけれども、合格点でしょう。で脂の乗ったね魚さばいてる時はね手に脂がついてるんですけれども、その脂はねやっぱり少ないような個体に感じます。果たしてねあれだけ痩せた個体食べること皆さんあまりないと思うんですけれども、その味が気になりますよね。さあこんな感じで4枚にすることができたんで、家に持って帰りたいと思います。さて自宅に帰ってきました。今まな板に乗ってる柵はこれぐらいの大きさに切って西京漬けをね作りたいと思います。そしてね残ったこっちの身は炙りにして美味しくいただきたいと思います。で西京漬けってどういうことやねんっていう話なんですけど、要は味噌ですね、甘い味噌につけるということですね。白味噌出してで酒、そしてみりん、あとは砂糖ですね。そしてしっかり混ぜて、ちなみに西京漬けってね、西の都と書きます。つまり京都のことを指します。京都でよく使われる漬け方ということでしょうね。味噌が混ざったらしっかりね水気を切ったさわらを漬け込んでいくだけです。で人それぞれだと思うんですけれども、この西京焼きね焼く時にはこの味噌をねある程度落としてから焼くのが基本です。これで OK だと思います。猫が鳴いてます。うり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 グレくん食べれんよ。保護猫グレくんです。はい、そしたらこれでラップをして2日とか3日とか、待ちたいと思います。でこちらも冷蔵庫に入れときます。そしたらこの真ん中の骨、血合い骨取って、こっちの腹側の方は腹骨がついてるのでこれすき取って、身が玉をね潰してしまったんですよね。もうがっつり切り落としますね。さあそしたらね皮を引いていきます。さわらは皮分厚いと思うんで、はい思った通り綺麗に取れましたね。 OK。 そしたら皮取った方の身は刺身にするので皿に盛りまして、残った皮付きの身も切りまして、ちょっと分厚めに切ろっかな。で切れたらバットに移してバーナーで炙ります。はい、そしたら冷水、氷水でね冷やす人もいるんですけれども、僕の場合は冷凍庫に入れます。いってらっしゃいませ。さあそしたら炙りを冷ましている間に今度は西京漬けの身がこんな感じになってるので、僕の場合はキッチンペーパーで軽く拭き取るぐらいに押さえて、この味噌はね焼いた時の焦げ目のね原因になっちゃうんで、ほどほど落としておいた方がいいと思いますね。はいグレくん。そしたら切り身はグリルかもしくはフライパンで焼いていきます。今回はフライパンで焼きます。そしたら大葉準備して千切りにします。あと今回はみょうがも準備したのでこれも千切りにしておきます。そしたらこれらは水にさらしておいて、そろそろ冷凍庫からさわら出して、いい感じですね。バットがキンキンに冷えてます。そしたら皿に盛って薬味を添えて、近所にある島の小学校でちぎってきた桜を添えて、はい完成。私がいつも作ってる大胆な料理と違っていい感じじゃないですか。
そしたら焼きも完成したと思います。ちょっと焦げちゃいましたけど、まあ許容範囲でしょう。こっちはちょっと見た目悪いですけどね。いただきます。うまっ。さあ果たして数ヶ月間はね餌を食べられなかったサワラ、果たしてそのお味はというところなんですけれども、まずは刺身醤油でいただきます。正直120点みたいなね評価はできない味ですけど、全然美味しく食べれる範囲だと思います。せっかくなんで炙りもいってみましょうか。多分こっちの方が美味しく食べられるとは思うんですけれども、こっちポン酢でいただきます。こっちの方が美味しいですね。まあ2日寝かしたっていうこともあって、このサワラもともとね身が柔らかい魚なんですけれども、さらに柔らかくなってもちもちっとした食感ですね。やっぱ炙りとポン酢うまいですね。ポン酢正解。ただねやっぱり正直言いますけれども、丸々超えてですねサワラよりは、だいぶ味は劣りますね。正直30点ぐらいの味です。美味しく食べれる30点ということなんですけど、うまみが抜けた油って感じですね。さあそしたら西京漬け、ちょっと焦げちゃったんですけどいただきます。うまっ。これはね100点あげてもいいと思うな。まあ分かりやすく言うと白味噌をね砂糖なりみりんでただ甘くしただけのものなんですけれども、ぐぐっと点数アップしますね。これは100点じゃないですかね。米欲しくなるなこれ。冷凍ご飯があった。いってらっしゃい。冷凍ご飯あるある。めっちゃ熱いんですよねこれ。熱いよねこれ。よしよし、これにサワラの炙り醤油バージョンでつけて、これでサワラ100点になるね。これは絶対合うやろ。夜中に見てる視聴者さんすいません。甘くしすぎたかな。みりんと砂糖を多く入れすぎたかなって感じなので、こっちの方がいいかも。うまっ。2切れ目。うまい。でですね、まあ最後にはなりますけれども、この動画を通してですね、今後釣り人に釣りするなとかですね、漁師はもう魚ね炒めつけるぐらいなら取らんでいいみたいな、某シーシェパードみたいなね、ああいうことをね、もちろん言うつもりはないです。皮肉なことに我々は食物連鎖の一番トップですから、いろいろ考えていきましょうねというね、ちょっとね綺麗事みたいな感じになってるんですけれども、僕自身も漁師をする過程で毎日ですねそんなことを思うようなことはこれは正直ありませんけれども、まあたまには思わなきゃ考えなきゃいけないことだと思うんで、まあ引き続きこのチャンネルどうぞお楽しみにいただきたいと思います。ほんまに酔ってますね。はい、ということで終わっておきます。ではまた次の漁でお会いしましょう。バイバイ。酔ってます。ではまた。